今回の動画は8月21日に公開されたアークナイツエンドフィールドの新バージョン、雪氷のユームにて実装されるオペレーターやイベントなどをまとめた動画となります。今回のイベントストーリーはバージョン 1.4 の続き、武領での決戦の勝利の報を聞いたアンドレイが物資を携えて密かに武領へと向かい、みんなを驚かせようとしたものの、道中に消息を絶ってしまうというところから始まります。残されていた手がかりによれば、黄龍石の先にある石松林が関係あるとのこと。捜索に向かった管理人は、幸いアンドレイをすぐに見つけはしたものの、今度はなぜか林の中から出れないという事態に。そんな中、サーミの歴史に詳しい雪祭司を訪ねるつもりだったロドスから訪れたオペレーターであるティフォロスと出会い、両者は力を合わせてこの林からの脱出を試みるというのが今回のストーリー。なお、今回はサブイベントとなるので、バージョン 1.3 のような比較的小規模なイベントになるものと思われます。今回のバージョンでは新たなオペレーターとしてティフォロスが実装。ティフォロスは星6の突撃自然タイプのオペレーターとなります。戦技は発動すると浮遊状態となり、発動中は5回まで通常攻撃が可能。通常攻撃は自然ダメージを与え、目標の自然付着を消費するとティフォロスはゲージを獲得。さらに所持している良矢を消費することで、追加で自然爆発ダメージを与えられるという効果。この良矢は自動で使用されるので、ロッシの連携技のような2段階攻撃などは必要ありません。連携技はケージが上限に達すると発動可能。ケージを良矢に変換し、敵がいる場所に野陣を生成。範囲内の敵は継続的に自然ダメージとスロー効果を受け、同時に受ける自然爆発ダメージが増加します。つまり、シンプルに表現すると、戦技でケージを獲得して、連携技で良矢に変換して、戦技で良矢を用いて強化攻撃を行う流れとなります。必殺技は発動と同時に自然の範囲ダメージを発生させ、自身は浮遊状態に移行。5回目の通常攻撃時、落下地点に追加ダメージを発生させるという効果。基本的には戦技の強化版といったような性能でしょう。続いて星5重装物理オペレーターのプチエナ。プチエナは配布オペレーターとなり、イベントで入手することができます。戦技は発動と同時に盾を構えて敵の攻撃をブロック。自身と周囲のオペレーターに加護を付与し、一定時間内に再度戦技を使用すると、自然ダメージを与えて自然付着を付与するという効果。この際に発生する加護効果は敵の攻撃をブロックし続けることで徐々に減少しますが、一方で加護の効果範囲内にいる味方は攻撃が中断されづらくなります。また、1回目の戦技発動後一定時間経過で SP0 で再度戦技が発動可能。この戦技では敵に自然ダメージと自然付着を与えます。連携技は操作中のオペレーターが攻撃を受けると発動可能。操作中のオペレーターを治療し、敵を引き寄せる。追加でブレイク値を与える。追加で治療を行うのいずれかが発動するという効果。本家アークナイツ側ではたまにあったランダム発動系なので、おそらく発動効果の固定などはできないでしょう。必殺技も同じくランダム発動系。ギフトを3つ開封し、ギフト1つごとに敵を引き寄せるか追加でブレイク値を与えるのどちらかが発動。さらに一定確率でギフトが追加で発生し、ハーツ脆弱を付与するという効果。かなりサポート系の性能によっている印象ですが、発動確率がどれほどか次第といったところでしょう。ここからは新たなコンテンツの紹介。まずは謎解きマップの水明から。街全体が謎解きマップとなっており、プレイヤーは探索を進めて過去を探っていくという内容の様子。街の内部は水の満ち引きがあり、こちらを各種ギミックを用いて解決していきながら、街の中央にある鐘を修理することが目的となります。いわば街自体がタイムリープしている設定のようで、街の探索は神職長によって巻き込まれるまでという制限時間があるとのことですが、収集した部品は全て保持されるとのことで、何回も探索を重ねていく形のような雰囲気です。ティフォロスの実装に合わせてイベント弓の挑戦も実装されます。こちらは前回の生放送の時にチラ見せがあった射的で、矢にはそれぞれの特徴があり、矢の特徴を生かして的を射るといった内容。そのため、射的中は矢を適時切り替えている必要があります。なお、このイベントは実装後は工場イベントとなり、いつでもプレイできるとのこと。新たな修正支援イベントも開催。内容自体は以前と特に変わりはなく、期間限定のレシピを用いてアイテムを生産。通常よりも効率のいい取引券の入手が可能です。なお、前回は交換は1機と2機があり、各イベント期間ごとに分けられていましたが、今回は1機交換後はそのまま2機が開放される形式とのこと。こちらも以前の生放送でチラ見せされていたランナー競技会イベント。見ての通り、マップの各所に設置されたギミックを用いて最速を目指すイベントです。合わせてウェブイベントも開催されますが、時期がかなり先なのでまだ気にする必要はないでしょう。いつもの映像の記念碑と戦争残響の更新。戦争残響は2シーズン開催で3ステージが新たに追加されるとのこと。新たに装備も追加されます。
おそらくはティフォロスとプチエナの装備だとは思いますが、点検セットを含めると追加装備が実装オペレーターに比べて多いので、何人か装備が更新されるオペレーターもいるかもしれません。タロサイトの交換にはティフォロスのモーションやイボンヌのモーションなどが追加、装飾品も4種類追加されます。アンマーの装飾品があるあたり、もはや従種も一般的な存在になっているんだなと思ったり、携帯アイテムに加速ユニットが追加、スタミナの回復速度が上昇し、より快適にマップ探索が可能になるとのこと。なお、加速ユニットは3種類存在し、レアリティが高いほどスタミナの回復速度も上昇します。ここからは各種スカウトなどの紹介。ティフォロスのスカウト期間は9月30日まで。今回の新規スカウトオペレーターはティフォロスのみですが、ゾアンのようにスカウト開催期間が特段長いというわけではないのでご注意を。再現スカウトという名の復刻スカウトも開催。微妙に通常のスカウトとはルールが異なっているとのことですが、詳細は今後アナウンスするとのこと。ティフォロスのモチーフ武器も実装。武庫申請でも再現申請が開催されます。こちらも詳細については後日アナウンスするとのこと。いつものオペレーター体験イベント。ティフォロスの物語イベント。ログインキャンペーン。協約通行証。案内イベント。今回は2種類開催されます。合わせてスタンプラリーも開催。プチエナの配布イベント。このイベントではプチエナとモチーフ武器をどちらも貫突分まで入手可能。なお、動画内では近いうちはスカウトや武庫申請に追加されないという、いつかは追加されるような表現でしたが、大陸版の本家アークナイツ側の配布オペレーターの上等文句のような表現で、過去に一度も配布オペレーターがスカウト入りしたことはないので、基本的にはこのイベントでしか入手できないと思っておいた方が良さげです。バージョン終盤などに開催される理性補給イベント。この時期から次のバージョンの終了日はおそらく10月15日あたりになるでしょう。ここからはシステム改善。ストーリー会話中にボタン非表示と自動再生機能が追加。手がかりは応接室でも一括での配置が可能となり、重複した手がかりの譲渡も一括で可能となります。オペレーターの信頼度が最大の状態でもプレゼントを送ることが可能に、これによりデイリークエストの達成がより容易になるとのこと。勲章画面はスクロールによって連続で確認できるようになります。フレンドリストの画面も調整、フレンドが設定しているテーマなどが表示されるようになります。育成画面ではそのレベルに到達するまでに必要な素材などが一目で確認できるように、この画面からは今後実装予定のオペレーターなども確認が可能とのこと。修正工業面ではフィールドに設備を設置する際は連続設置が可能となります。畑なども同じく連続設置が可能とのこと。図面保存時の設置上限がリアルタイムで確認できるように。戦闘面では戦争残響は直接難易度の選択が可能に、さらに映像の記念碑なども含めてステージクリア後に選択画面に戻る際はロードを挟まなくなります。一部ステージの集計画面には新たにクリア時間の表示も追加されます。ここからはバージョン 1.6 のチラ見せ。アレイクレウスとの戦闘で傷ついた管理人は数の招きを受けて彼女の住居に向かうことになります。今回のイベントの舞台が冬だったのに対して次のバージョンでは秋が舞台。そして金軍所属の人物もストーリーに登場するようです。彼は管理人とは以前から知り合いだったのだとか。システム面のアップデートでは新たに牧場要素が追加、栽培や飼育などを自動で行うことが可能になるとのこと。これにより作物や乳製品などを安定して手に入れることが可能となるようです。この牧場システムは宿屋営業ともつながっており、宿屋で出す料理はこの牧場で作った素材を用いることに。なお、宿屋の経営には数も会計などで手伝ってくれるのだとか。新たに100種演舞も開催。こちらは1000件演舞とシステムは同じものの2ラウンド制になり、オーバーフローは廃止されるとのこと。さらにストレートなどの札合わせをすることでより多くの報酬が獲得可能です。危機契約シーズン2の開催も予告されました。こちらもいくつかのシステムの改善が行われているとのこと。装備プリセットの追加も今後のバージョンで予定。奥義アリーノの動画作成時は億劫すぎて一部編成をはしょったレベルだったのでこれは嬉しい限り。精密加工は今後は防具を一度作成して精密加工を行う形ではなく、装備を選択して装備部品と取引券を消費することで何度も画面を切り替える必要がなくなるとのこと。以上で8月21日に実施されたアークナイツエンドフィールドの予告番組のまとめを終わります。ご視聴ありがとうございました。